皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も最後までゆっくりとお楽しみください。さて、時は10月上旬の2日間です。撮影を行った日の天気は2日ともよく晴れていました。1日目は昼下がりの時間帯の撮影でしたが、気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で23度もありました。2日目は早朝の撮影だったんですけれども、それでも気温は18度ありました。この地方の10月上旬の平年の最高気温が18度で、最低気温は6度ですから、撮影した2日間がこの地方としてはいかに暖かい日々であったかがわかります。養蜂場の秋は越冬に向けた準備を行わなくてはいけない時期です。これは毎年行わなくてはいけないことです。その一方で秋はスズメバチやダニといった難題が養蜂場に襲いかかっている時期でもあります。これらも毎年のことなんですけれども、年によって被害の状況が違っています。この西方うどくのシリーズを始めた2シーズン前はスズメバチ、特にオオスズメバチの被害が深刻でした。昨年のシーズンはオオスズメバチの被害もそこそこにはあったんですけれども、それよりもミツバチヘギイタダニのダメージが大きかったです。こうした被害の状況はそれぞれの年の動画の中で皆さんにお伝えしてきました。それでは今年のスズメバチとダニの特徴は一体どういった点にあるのでしょうか。そしてこういった災いの特徴が越冬準備の過程に一体どういうような影響を及ぼしているのでしょうか。今回はこうした養蜂場の秋の災いと越冬準備の在り方に見られる今シーズンの特徴についてお話ししたいと思います。まずミツバチヘギイタダニについてお話しします。前回の動画の中で私は今シーズンこの養蜂場ではミツバチヘギイタダニの個体数は心配すべき水準にはないと申し上げました。あれから10日ほど経ったところですけれども、このことは依然として真実です。ミツバチヘギイタダニは全く見つからないのです。今見ているように巣門付近でダニが取り付きやすいミツバチのお腹側の写真を撮り続けているのですけれども、ミツバチヘギイタダニの姿はまだ一つも見つかっていません。これは昨年の秋にダニに散々ひどい目に遭ったことと比べるとまるで嘘のようなことです。この改善の要因は次の2つであると考えられます。一つはダニに強いコロニーが生き残り、ダニに弱いコロニーは淘汰されてしまったということです。図らずもダニによるコロニーの選抜が行われたのです。ダニに強いコロニーの特徴として以前の動画で注目したのはグルーミングでした。グルーミング好きのコロニーが生き残り、グルーミングのあまり好きでないコロニーが滅びたのです。現在の残っている群はグルーミング好きのコロニー、あるいはその血を引くコロニーが大半です。ダニの状況が改善したもう一つの要因は春先にダニ駆除剤を投入したことです。春先のまだ有害疱疹がない時にダニ駆除剤を入れると非常によく効きます。この養蜂場では昨年まで春先のダニ対策をやってきませんでした。今年それを行ったのが効果的だったのだと思います。ただ伝え聞くところでは今年の秋の世間ではミツバチヘギイタダニの被害が昨年を上回っているようです。またニュース報道では、日本国内で今年の蜂蜜が大幅に減産になっていると伝えています。この養蜂場では予防的に秋のダニ対策を行うことにしました。しかし
10月上旬の現時点ではまだダニ駆除剤を巣箱の中に入れてはいません。平年ですと9月上旬から投入を始めます。またダニ被害が特にひどかった昨年は8月上旬からダニ駆除剤を巣箱の中に入れていました。それらの年と比べますと、今年はかなり取り組みがゆっくりしています。平常年であるならばアピスタンとアピバールを9月頭から順番にそれぞれ約6週間ずつ、したがって合計約12週間巣箱の中に投入します。しかし今年はアピスタンかアピバールのどちらか一方を10月中旬から約6週間だけ巣箱の中に投入するにとどめることにします。でこの縮小は一つには巣箱の中でダニが全く見つかっていないからです。ダニ感染率が非常に低いので巣箱へのダニ駆除剤の投入を抑えているのです。ダニ対策縮小のもう一つの理由は、もう10月だというのに女王蜂が未だ旺盛な産卵を行っているからです。今映っている内見の場面から分かるように巣板の上に有害疱疹がまだいっぱいあります。有害疱疹は10月になって9月と比べるとさすがに減ってはきましたが、それでもまだいっぱいあります。仮にダニが有害疱疹の蓋の下に潜り込んでいるとすると、そこにいるダニに対しては駆除剤は全く効きません。ですからダニ駆除剤の投入は有害疱疹がさらに減ってくる10月中旬まで待つことにします。この場面では女王蜂が産卵を行っています。秋のダニ対策についてまとめます。今年はダニ感染率が非常に低い上に温暖な秋の下で有害疱疹がまだたくさんあり、ダニ駆除剤の効果が疑われます。そのため今年の秋はダニ対策の規模を縮小し、もっと気温が低くなってから短期間に行うことにします。そして今年のダニ対策の意義は全く予防的なものになります。女王蜂が精力的に産卵を行っても今のところは問題はありません。この時期の自然界には友禅菊を筆頭に蜜源植物が豊富にあります。本来は夏の花であるオオハンゴンソウやセイタカアワダチソウまでもが温暖な秋の下でまだあちこちで花を咲かせています。そしてこうした植物から働き蜂たちが盛んに蜜や花粉といった食料を集めてきています。彼女たちの勤勉さがあれば越冬のための蓄えと育児の両立とはおそらく可能でしょう。秋の養蜂場での災いの2つ目として次にスズメバチについてお話ししましょう。前々回の動画で私は9月中旬までの時点で今年はケブカスズメバチが爆発的に多いというお話をしました。この養蜂場でも8月から9月前半までの1ヶ月半の間に1306頭ものケブカスズメバチを取りました。で、これは昨年2024年の同じ時期の1ヶ月半の実に 6.8 倍の数です。で、ところが9月後半になると一転して取れるケブカスズメバチの数が激減して半月間でわずか16頭しか取れませんでした。昨年も9月後半には18頭しか取れませんでしたから、9月後半になると、昨年も今年も養蜂場で取れるケブカスズメバチの数が10頭台と少なくなっているわけです。9月後半になってケブカスズメバチの数が少なくなるのは例年のことです。そして今年もその例外ではありませんが、しかし養蜂場のもう一方のギャングであるオオスズメバチは、9月後半になるとまるでケブカスズメバチと入れ替わるかのように反対にその数が増えてきます。今年のデータで見ますと
9月前半には84頭のオオスズメバチが養蜂場で取れましたが、9月後半にはその数は96頭に増えました。しかし今年のオオスズメバチの増え方は昨年よりも控えめなようです。昨年の9月後半は196頭ものオオスズメバチが取れました。ですから今年の9月後半に養蜂場で取れたオオスズメバチの数は昨年の半分以下です。ちなみに昨年の9月前半に取れたオオスズメバチの数は62頭でした。ですから昨年と今年とを比べてみますと、9月前半は今年の方が昨年よりも 35% ほどオオスズメバチの数が多かったんですけれども、オオスズメバチの本格的な襲撃の時期である9月後半には今年は昨年の半分以下のオオスズメバチしか取れなかったのです。スズメバチについてまとめますと、今年は夏から初秋にかけてはケブカスズメバチが激増しました。そして9月後半にはケブカスズメバチは例年通り減りましたが、それに代わって増えるはずのオオスズメバチの増え方がそれほどでもなかったということです。どうしてこういうことが起こっているのかは今の時点では分かりません。この養蜂場では1年を通じてスズメバチ対策に熱心に取り組んでいるので、その成果が現れているのだと思いたいところですが、オオスズメバチの減少は、もしかしたらそれで説明できるかもしれませんけれども、ケブカスズメバチが増えたことはそれでは全く説明できません。今回は10月上旬の時点で秋の養蜂場の難題であるミツバチヘギダダニとスズメバチの今年の状況をお伝えしました。このシリーズで収録している、過去2年間と比べると、今年はかなり平穏な秋を過ごさせていただいています。2年前に特に深刻であったオオスズメバチは今年はここまであまりやってきません。でまた昨年散々ひどい目にあったミツバチヘギダダニは幸い低い感染率にとどまっています。とぼとぼと歩きながら巣箱から遠ざかっていくオスバチの姿を今年の秋に初めて見かけました。秋の養蜂場の風物詩であるオスバチの追放が始まっているようです。これを見ると秋が深まってミツバチも冬ごもりの準備を進めているのだなという実感が湧いてきます。今回はこの辺で失礼させていただきます。なお登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。